ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげです。皆様がいるから私がいます。私がいるからあなたがいますと。ありがとうございます。ありがとうございます。暫定1位。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、立ち上がりだけね、ちょっとね、不安でしたけど。エド有利だと思うよ。正直負けだと思ってた。いやー、もっといける、多分。もっといける。アルシム戦誰もやってなかったようだけど、まあ確かに、定期的に鳥メスさんってやってるだけで、だから俺鳥メスさんとしかやってなかったから、ラッシュ紐とか、その当たんない選択肢ずっとやってて、それがね、ちょっと序盤良くなかったなと思っちゃった。梅ちゃんリザーブの理由なんですか？まあけどやっぱ、まあそもそも、チームが強いから、出る出ないってどっちでもいいと思うんですよ。やっぱり、人体がすごい大事なのに、まあ、前日帰ってきてて、その余裕なんですよ。我が軍は。だったらここは別にそんなにって。全然休んでも大丈夫ですよって。で、多分相手も、いや、これ梅原さん出ないよなとか思いつつも、いや、けどこれ出る、あるよな、全然っていうのが、やっぱ梅原さんの強さ。樋口よかったね。樋口、結構、直前っていうか、その日に、ラシード対策の話、一緒に動画見ながら、こうやって、それが結構、なんかいい感じに、試合に反映、内容に反映できたなっていうのは実際あったね。いや、本当にね、彼は俺に入ってくることはないかなとは思ってたんだけど、ガチ君、もちさん、川野は、マジで全員33%だった。川野も全然あると思ったんだけど、まあなんか俺はもちさんの方があるかなと思った。結果的に川野梅ちゃんに行く。いや、梅原さんがいたら、もちさんがいて、俺に川野とかはあったかもしれない。次の相手はね、まああれなんですよね。名古屋なんですよね。名古屋ホーム。誰出てくると思います？みんなの予想。先方。先方誰？先方モッチー。モッチーある。モッチーあるんだ。誰が言った方がいい？じゃあ、モッチーに。梅ちゃん、ミラー。けどさ、モッチーさんさ、合気戦ばっかやってんじゃん。じゃあ時報は時報。まあ、モッチーさんが思ったより出てくるのは分かったわ。KB？ 大谷立川。タッチ大谷。これ全部、大谷多いね。立川マノン。やれるんだよな、立川マノン。大谷立ち。いや、もうこれもう分かんないね。江戸検定度より、江戸いけると思うよ。ただ、モダンだと結構大変な気するけどね。で、大谷が来たら誰で出た方がいい？梅ちゃん。どんだけ梅ちゃんしか出てねえじゃん、今のところ。モッチーにも梅ちゃんで。どんだけ梅ちゃん出させたいのよ。もうただ梅ちゃん見たいだけじゃないか？じゃあ大将は大将。まあ、立川かバンバンが大将やりそうだよねってことよね。KB は？ KB は誰出る？ KB には梅ちゃん。立はベガ、そうなんだよね。モダンエドね。ベガ多分相当だるいんだよね、ダブルに。立川は立川。立川先方だったらネモさん。立川にはネモ。M エドには、そのベガがいいよねって。ってことを考えるとさ、立川マノンで待ってたらどうすんの？樋口 ?M エド結構めんどいよ。フーダマノンいける？いけると思う。いけると思うとかいけてるね、今のところは。KB 大将だったら。これね、やっぱこのね、みんなのイメージ結構大事なの。俺っぽいね。前回これ聞いた時に、梅原さん出したら、100ガチ君が来て、しかも勝てないってコメントめっちゃ多かったから。あれはね、結構参考させていただきましたよ。俺にはわからない、梅原さんの配信を見て、その小亀判断があった。絶対にガチ君に勝てないみたいな感じだったから。まあ、ただの参考。で、本当に5%ぐらいの吸収率でいいと思ってる、この情報は。ただこれがあることがね、大事なんですよ。エドミラー強いイメージある。いや、MM はね、やっぱね、CA きついよ。俺、まあわかんない。俺列車倒してたけど、俺、の試合にね、何回か、まあ立川でやってたけど、やっぱ相当、とか M エドって下手したらこれ C エドが一番きついんじゃないかなと思ったし。弱系ないのも垂直、M エドって飛びとか対応力がすごい高いのが強いの。
まあこう下がりながら戦うんだけど、まあ大量が結構難しいよねっていう部分がやっぱ弱い部分なの。まあ全然強いと思うんだけどね。ただその M の方が受けは強いよねっていう。なんだけど、エド対エドってどうせ攻めない。だから、ただ技が少ないキャラって感じ。どっちも、こう、わちゃわちゃ牽制の試合をするから、だからもっとね、攻めるような組み合わせに対してはね、やっぱすごい強い。あ、だから見てから反応する系とか、だからその、ガイルのソニックブームに OD アッパー強いんだけど、まあ、そういうのとか対応だから、C エドより M エドの方がいいよね、みたいな。お互い攻めてこい、そう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 。まあ、牽制技のね、ちょっと数があるから、まあだからきついのかなっていうか、まあ実際それがきついと思う。いや、つかね、アウェイ2戦とかマジ終わったら、もう配されてますね。けどね、得して悪いっすね。全部いい勝負。全然わかんない。30、35、40、45、50、55、すごい。だから、次の週、うちらビリになってる可能性あるから。次の週、だってうちらが名古屋に負けて、グッパチが DFM に負けたら、全部入れ替わる可能性あるよ。熊本サイがアウェイ3連戦なら終わってるよ。そうなんだ。いや、いいんだよ。アウェイ3連戦より最後の、俺、この序盤のアウェイの方が嫌だった。正直。序盤ね、やっぱね、テンション下がる。これだとさ、やっぱどん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 こうテンションが上がって、あとなんかその、このチームに、最後って、このチームに負けないように頑張ろうみたいな風になるのよ。で、この後、で、アウェイの3戦連続なんてある？アウェイアウェイアウェイホーム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 4連戦なの？ホーム5連戦なのこれ。なにこれ？こっからホーム5連戦なの？てか最後の3試合がすごいね。うちだってアウェイ、アウェイ、ホーム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 、アウェイ、アウェイか。すごいですね。いやー、名古屋。潰したい。名古屋を。ちょっと待って。平均何点だ？ 10 回だよね。200点。200点取れば抜けれるよね。ってことは、今プラス15点か。で、1回4-0食らっても、まだまだ全然あれか。ちょい負けぐらいか。0.5 負けか。吐いたにね。吐いたとかあれ、解説が言うんだね。なんかその2つなとか。いいと思うよ。いいと思うよ。ただなんか結構プレッシャーあるよね、あれね。もう求めやすぎやしませんかとは思いますけどね。俺は全然ちょっとやりたいと思わないよね。だからできない、ああいうの。だって、あれよ、もともとうちらって、ビース TV スト5を時配信始めた時に、一番最初に、Welcome 第5 The Beast TV って言って配信を始めましょうってなってたの。俺も梅原さんも最後まで言わなかった。できないのよ。そんなことすらできないから、こっちは。なんか恥ずかしいやん。